にちは。 Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年12月に新たにゲームパスに追加されるタイトルすべてと12月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。気になるタイトルをぜひチェックしてみてね。クラッシュバンディクーレーシングぶっ飛びニトロ、12月4日からゲームパスに対応します。Day 1タイトルではないためゲームパススタンダードにも追加されます。2019年に発売されたレースゲームですね。アクティビジョンのタイトルであり Xbox ファースト作品でもあります。もともとは1999年に PS1 でリリースされた作品のリメイク版となっていて、キャラやステージなどが美しくなり、システム面にも調整が加えられています。コース上にはアイテムボックスが配置されていたり、ドリフトとターボを駆使する作りであるため、基本的なシステムはマリオカートっぽいのですが、いざ触ってみるとその手触りはマリオカートとは全く違うことがわかると思います。ドリフト&ターボはゲージを管理しながら行う作りで、タイミングが大事であったり、一度のドリフト中にターボが3回発動できるなど、より高度なテクニックが備わっています。また今作には一人用のストーリーモードも収録されていますが、かなり難しいです。誰でも遊べる簡単なゲームって感じではなく、結構ガチ寄りなレースゲームですが、操作性はよく、走っていて気持ちのいい作品なので、レース好きって方には触ってみてほしいです。また今作はオンライン8人で対戦することも可能となっていますよ。オーバースローンゲームプレビュー版12月5日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。オンライン最大6人の協力プレイに対応した都市建設アクションゲーム。何もない土地から自身の王国の建設を行い、襲いかかってくる盗賊やミュータントを迎撃しながら都市を拡大していき、発展を目指していく作品となっています。何よりも本作の魅力となるのが、恐るべきプレイヤーのパワーとスピード。家を、木を、どんなものでもそのまま持ち上げて放り投げてしまったり、水の上も超高速で走り抜けられたりなど、豪快で大胆なアクションを楽しむことができます。本作の建造物は基本的に自由な場所に設置することができるので、設置した建造物を移動させたい時にも建物そのものを担いで移動してしまえたり、ポイッと投げて移動させることもできちゃう作りとなっています。また範囲攻撃で農作物をまとめて回収できたり、回転切りで空中を移動することができたりなど、気持ちのいい機動力でフィールドを駆け回れるような感じなのも魅力ですね。スマブラのリンクみたいな回転切り想像していたので、予想以上の飛びっぷりに笑っちゃいました。フレンドとの協力プレイがめちゃくちゃ楽しそうな作品ですよね。EA スポーツ WRC 12月5日からゲームパスに対応します。本作は Day 1タイトルではありませんが、ゲームパススタンダードには対応しません。昨年発売されたダートラリーシリーズの開発者によるラリーゲームです。モンテカルロやポルトガル、ケニア、日本などを含む様々なロケーションが用意されていて、200以上のステージを楽しめるとのことです。なお今作は全ての機種で日本語には未対応となっています。インディ・ジョーンズ大いなる円環12月9日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。Xbox ゲームスタジオファーストタイトルですね。ウルフェンシュタインシリーズを代表作に持つベセスダ・マシンゲームスが開発を手掛ける最新作となっていて、スターフィールドやフォールアウトシリーズでおなじみのトッド・ハワードさんが今作の制作総指揮を務めています。ジャンルは一人用のアクションゲームとして作られており、ストーリーメインのゲーム展開にオープンな環境マップでの自由なプレイを組み合わせていて、ゲームプレイ中は一人称視点、カットシーン部分は三人称視点で見られる作りとなっています。戦闘の方では殴り攻撃、ガードにスウェーなどを行えるシンプルな近接戦を行える他にも、メイン装備となるムチを利用することもできます。ムチは必殺の武器ではないものの、敵を後退させるだとか、敵が持っている武器を叩き落としたり、ムチでひるんだ敵に対して格闘攻撃で仕留めるといった様々な使い方が用意されています。また道中で入手することができるアイテムで自身の能力を強化することも可能となっていて、体力やスタミナの回復時間を短縮することができたり、アイテム所持量を拡張できたり、近接攻撃力を上昇させたりできるなど、様々な成長要素も存在しています。さらに今作は日本語字幕だけでなく日本語音声の対応も行われます。
今年最後の Xbox ファーストタイトル、いよいよの発売となりますね。マシンゲームズの作品大好きなので、本作にも期待しています。ワイルドフロスト、12月10日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。ローグライク要素のあるデッキ構築型の戦略ゲームです。本作では強くて可愛い仲間や戦闘を手助けする便利なアイテム、一見役に立たなさそうなカードをたくさん集めて最強のデッキを構築し、ターン制のバトルを勝ち進めていくこととなります。そのタイトルの通り、雪国を舞台にしていて可愛らしいキャラクターも魅力とのことです。キャリオン、2025年1月2日からゲームパスに対応します。Day 1タイトルではないので、ゲームパススタンダードにも追加されます。2022年7月でゲームパスから外れていましたが、今回再度追加される形となりました。触手を持つクリーチャーとなって人間たちを捕食していく一風変わった視点で作られた逆ホラーアクションゲームです。ゲームの作りはオーソドックスなメトロイドバニアとなっていて、ステージをクリアしていき、自身を成長させ、新たなる能力を身につけながら進めていく流れとなっています。人間の体では通れないような狭い通路を通ったり、天井から襲いかかったりできるなど、他のゲームでは味わえないプレイを楽しめるのが魅力の作品ですね。欠点としては、確かマップ画面の表示がなかったかな、やや迷いやすかった記憶があります。ゲームボリュームはコンパクトで、私のプレイで実績コンプまで7時間でした。ロード96、2025年1月7日からゲームパスに対応します。Day 1タイトルではないので、ゲームパススタンダードにも追加されます。2023年6月をもってゲームパスから外れていましたが、こちらも再度追加される形となっています。独裁国家から脱出を試みるため、いろんな手段を用いて国境を目指すストーリー性重視のアドベンチャーゲームです。ヒッチハイクをしたり、時期があればバスやタクシーを利用したり、時には盗んだ車など、プレイヤーの行動、選択によってその道は様々となっています。1周約1時間ほどのボリュームで遊べて、周回するごとに異なるイベントが発生し、時にはアクション要素も含まれるため、慣れることなく楽しめる作品構成となっています。ぜひ自分の力と想像力を駆使して国境越えを目指してみてはいかがでしょうか。私はクリアおよび実績コンプまで6時間でした。また、これまでゲームパスアルティメットと PC ゲームパスでのみ遊ぶことができたフォルツァモータースポーツと、幽霊となって探索を楽しめるハウンティー、そして柴犬を操作して意志と目的を失ってしまった人間たちを光の柱へと導いていくアクションパズルゲームのヒューマニティの3作品が12月4日から新たにゲームパススタンダードに追加されます。フォルツァモータースポーツも発売当時と比べると随分多くのアップデートが行われましたね。ここからは12月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。キンハーツ、追加から1年で終了です。おもちゃがいっぱいの魔法の世界を舞台に、独創的な仕掛けの数々を操作して跳ねたり打ったり滑ったりしながら、いたずら好きなブリキの兵隊たちをゴールに誘導していくパズルゲームとなっています。ステージ数は50以上用意されていますよ。ライズ・オブ・ザ・トゥームレイダー、こちらも追加から1年で終了となります。リブート版トゥームレイダーシリーズの2作目ですね。迫力のあるムービーシーンやアクションシーンなど凝った演出が多く、弓や銃を用いた動物や人間などとの戦闘、そして遺跡の謎解きを楽しめます。結構古めな作品ですが、雪山の表現は今見ても美しく、謎解きと戦闘のバランスも程よくて遊びやすい作品です。ゲームのボリュームは多すぎずクリアしやすい内容なので、未プレイの方はぜひです。ハローネイバー2、追加から2年で終了となります。恐怖の隣人の秘密を暴く一人称視点のアクションゲームとなっています。舞台はオープンワールドですが、世界はかなり狭めです。怪しい動きをしている隣人たちの家にこっそり侵入し、鍵を探したり謎を解いたりして、一体どんな秘密があるのかを探っていくという作りになっています。次どこで何をしたらいいかなどの説明がゲーム中にないため、謎解きが苦手な方にはちょっと大変かもしれません。ボリューム自体はかなりコンパクトで実績コンプもしやすいですよ。クアリー悪夢のサマーキャンプ、追加から9ヶ月で終了となります。プレイヤーの選択によって様々に分岐していく物語を楽しむことができるホラーアドベンチャーゲームです。日本語音声にも対応していますね。
多くのストーリー分岐が用意されていますが、スキップ機能がなく、周回時には同じイベントを繰り返すことにもなってしまいます。そこまでホラーって感じではないので、気になる方は触ってみてはいかがでしょうか。フォーレジャー、追加から4年半で終了です。ものすごく長かったですが、いよいよ外れてしまいますね。2D のドット絵で作られたサンドボックスアクションゲームです。導入からすごいわかりやすくて触りやすい作りなので、気になる方はまずは触ってみてほしいです。最大4人の協力プレイモードが開発されていましたが、途中で中止となっちゃったんですよね。フォルツァホライゾン4、テール紹介の方でも何度かご紹介していますが、ライセンス契約の関係上、12月15日をもってゲームパスから終了。また、ストアでのダウンロード版の販売も終了となります。購入さえしておけば、いつでも再ダウンロードやプレイは可能です。運転しているだけで楽しい傑作で、普段レースゲームを遊ばないという方にもおすすめできる作品なので、ぜひ最後の機会に見逃さず購入してみてください。購入はレゴスピードチャンピオンを含めたアルティメットエディションがおすすめですよ。現在セール価格で購入可能です。また、第一次世界大戦を舞台にした一人称視点のホラーゲームのアムネシア・ザ・バンカーと 2.5D で作られたパズルアドベンチャーゲームのレインボービリーの2作も外れます。この2作は日本語未対応となっています。ということで、今回は2024年12月に新たにゲームパスに追加されるタイトルと12月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。